ちょっとどうすんのよそれ。自動化をサボったつけです。やけどはしてないみたい。今回の一大事のコーナー。コーナー化すんのかよ。で、何事？ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。いきなりですが天然ガス発電を強制稼働させてます。天然ガスが余りまくってるのと、汚染水を増やそうってな魂胆です。あまりやりすぎると二酸化炭素で崩壊しそうなんですが、様子を見て止めたりしつつ回してみます。しかしこの空間すごいわね。手手間感がすごい。ありったけぶち込んでるからな。もう何の施設も入らん。そもそも気体パイプも液体パイプもうねうねだからね。どっかで再度、デザインしなきゃとは思うけど、急ピッチだったからまあしゃあないとはいえ、頭脳担当の皆さんにお説教されるなこりゃ。しかし汚染水が減るわね。視聴者様も以前にご指摘くださってたけども、太い供給元がないのに使う一方だからな。一縷の望みを託して左下の間欠泉でもこじ開けようかね。どうせ塩水か熱水だし。すっかり朝ぶれちゃってまあ。はい、そうです。雪塩水が35度の熱水になってしまいました。ちょっとどうすんのよそれ。自動化をサボったつけです。ああもう源泉から持ってきて薄めるしかないじゃん。とはいえ、精錬装置がある以上、避けられないぞ。鋼鉄の登場が待たれるわね。蒸気タービン構築しないと。間欠泉なんか構ってる暇ないぞ。でもどこに配置しようかね。現在、冷却したいのは上層の熱水、下層の塩水、蒸気噴出口、精錬装置かな。精錬装置と蒸気はまとめるとして、下層と上層が問題か。上層は最悪、半 P 君と電解装置でいける。電解装置に熱水を突っ込んで、水素と酸素に分離、水素を半 P 君のご飯にして酸素を冷やす。か、そうなると下層と、現在地の近辺に2セットかな。急ぎなのは現在地でしょうね。そうなるかな。精錬装置が動かせないから。最悪精錬装置はお引っ越しね。通過引っ越し前提で考えた方が良いかも。現在地は雪塩水を使うことが前提だから。サウナ予定地のあたりにしましょうか。あまりパイプ引っ張りたくないし。その方向で行きますべ。鋼鉄ができるまでのつなぎとして、液体クーラーを自然冷却してます。タイマーで稼働時間を制限して、壊れるのを少しでも防ごうという姑息さ。左に伸ばしてる熱交換プレート、壊した方が良くない？少しでも冷やそうと思ったんだけど、逆効果かな。そんな気がする。冷却は液体クーラーに任せた方が、蒸気発電システムの早期完成が待たれる。でも場所選びで難航してんのよね。良い場所がないんだよな。居住区に熱を持ち込むわけにいかんし。でも早くやらんと手遅れになるわよ。悩ましい。こういう時はオキシのディープな情報の宝庫、アドバンスの奥様だ。あそこに行くと時間が解けるから気をつけなさいよ。わかってるって。思い切り時間を溶かしてるし。いやー溶けた溶けた。得るものはあった？ダメだったわ。液体クーラーのセルフクーリングとか見てきた。これだもん。熱水事件はもうたくさんなので自動化するぞ。それと、最近身につけたループ配管も回したいのですが、経路がぐちゃってるので延期します。蒸気発電関連を終えたらやろうかね。温度が上がったら左の脱煙装置を経由して、タンクを通して分配します。ここの水は炭素スキマーと下層の水源に回ります。しかしこの時点で気づいてませんけど、この仕組みだと高温化した水を回避できてません。なので後々、回路ともう一つの温度センサーを追加します。にわかには信じがたいことが起きました。そんなんばっかりじゃんこの頃に。どうやら超高温の天然ガス間欠泉の部屋に飛び込んだバカがいた模様です。はぁ？冷却水を回してるのでまあ即死系の温度ではないようなのですが。やけどは？してないみたい。なんでわかったの？こちらをご覧ください。事態に気づいた湯気サバ主がフリーズしてんじゃん。するだろ普通。ビーバーの巣穴を構築してなかったら漏れてたわけか。この後、主は30秒ほど固まってました。ということでスーツを導入します。うちの隊員たちには飽きないわ。言ってる場合か。当チャンネルの視聴者様からの追加情報で、ハンピー君の小麦農園がサンドボックス完了です。素材の節約の観点から、熱交換プレートは敷き詰めなくて構わないそうです。これマジで便利なんだけど、冷媒が無電力ってのがすごい。現実だとなんで例えればよいのかしらね。難しいな。ノーノー、とかかね。冷却装置の熱吸収を無電力で電波だからね。そんなん存在するかね。汗、とか？近いかも。これ実在したら犠牲減らせるわね。昨今、熱波が深刻だからな。特に電化が進んでない地域で重宝されそう。実験ついでの余談ですが、現実世界で二酸化炭素をメタン化する技術革新があったそうで。メタンって単語で反射的に読みに行ってました。1ミリもわかりませんでしたが、ともかく、あとはコロニーに実装するだけだ。視聴者様、本当にありがとうございました。水場の整備を進めています。第1回放送からほぼ手つかずだからね。そうだな、統合以外は何もしていない。いい加減に仮想の採掘にも手を出そうというわけです。言うても近所ですけど、パクーが広範囲に移動していて結構、邪魔になるのよね。あいつら意外とアクティブだからな。勝手に上陸してビチビチやってるし、育成機能もあると面白いのに。なんかいたわね、そういう魚。木登りを？いた。ハゼみたいなもんかね。何あんた、まだやさぐれてんの？ドロドロベリー、うまそうなのは良いけど名前。言ったら殴るから。
グーで行くから。だってこの出てくるとこ見てるとさ、グーだから。鼻に行くから。こんなんどう見てもオリブリ。言うなっつったでしょ。容赦ないっすね。水場はこんな感じになりました。右上の浅瀬は倉庫とか何かに使う予定です。貯水タンクでも良いんでしょうけど、露出してる方が便利なんだよな。ボトルからね。それと、いよいよ液体クーラーのデザインに着手です。場所で随分悩みましたけど、雪塩水の隣の汚染水貯水槽が干上がりそうなので、そこの上を整備して使います。鋼鉄の精錬も無事に済みました。あとは動かしつつ、間違えてるところを修正です。覚えたてのループ配管も使います。冷やした水は、配管パイプの優先設定を使って精錬装置に回しつつ、余剰分を水場に還元します。石炭発電設備の増設に、施設の引っ越しと、大掛かりになりました。場所がちと気になりますが、まあ動かしつつ様子を見たいと思います。しかし本当に大掛かりだぞこれ。精錬装置一つ動かすのにどんだけサポート施設が必要なんだ。間違えてる気がしてくるわね。そらそうだろ。液体クーラー、蒸気タービン、石炭発電4個。スマートバッテリー4個、液体遮断機、液体センサ、ループ配管、給水ポンプ、熱交換プレート。いっそハンピー君にお任せしたくなるな。あのお手軽さを考えるとそりゃあねこの製造コストに見合う働きを期待したいが、非常に怪しい。多分頭脳担当の皆様からツッコミとお説教が入るな。入るでしょうね。軍より。今回の一大事のコーナー。コーナー化すんのかよ。で、何事？天然ガスが休眠しました。おい、一大事じゃん。はい。そういうわけで渋っていた左上の天然ガスにアプローチします。間に合うのかそれ？タンクの残量はキッチン用も転用して4つと半分。休眠明けまで40サイクル。足りないなこりゃ。ギリ足りないくらいか？節電すればいけるかも、くらいの範疇でしょう。いや、参ったな。なんかシグナル鳴らす自動化装置なかったっけ？調べてきたけど自動化通知ってのがあるわね。つけておこう。普通に困るわ。なんか、再起動がどうのこうのって記事を見かけた気がするけども。ああ、通知が来ると再度は来ないとかなんとかだっけ？どなたかの動画だったかな。うろ覚えも良いとこだ。まあ問題あったら都度、対応しよう。ということで急ピッチで天然ガスに挑みます。液体クーラーそっちのけです。やってる場合じゃねメインの終電網が止まるのはまずい。最悪、ベリー類も止まって崩壊するぞ。まあしかし、考えようによっては天然ガスの供給網が増えるわけだ。向こうが休眠してなければな。嫌なこと言わないでくれる？普通にあり得る話だぞ。もしそうなったら、石炭発電網をメインに戻すしか。まあこれもトラブル対処だろう。発電機を強制稼働中だったのが痛いが、随分減ったからね。止まる前に通知をつけるべきだった。熱水間欠泉の開封も進めています。電解装置とハンピー君で酸素を冷やすんだっけ？そのつもり。水源としての利用も検討したいけど、開けてみるまでわからんか。そんで、こっちは天然ガスです。本当に微妙な位置ね。スーツとビーバーの巣穴を作れば、左のヘドロ攻略できそう。あまり魅力を感じないけどな、あのバイオーム。間欠泉もないみたいだし。当コロニーでは一応、左右の外壁が見えています。あとは上下のみ、か。上は宇宙見えたよな。すでに真空まで到達したわ。さっきの熱水間欠泉のすぐ上。なら不要な気体の放出が可能なのか。二酸化炭素でも有用って聞くから、今のところ排出したい気体はないけどね。ヘドロって真空だとどうなんのかね？放出できないんじゃない？無毒化もしないでしょうけど。試してみっかな。DLC だと放射線がどうこう言ってた気がする。うちはバニラで苦戦してるから、DLC は相当先だな。多分、その頃には他のゲーム動かしてると思うわ。意外とゆっくり化してない PC ゲッテ多くて、驚いてます。ハイパーライトドリフターとか、マークオブ忍者とか、アクションバージが候補に上がってます。現状で2本立てなので、採用は当分先になりそうです。さて、締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。